小学校の高学年ぐらいからずっと欲しくって、免許取る半年前に納車。ボーイズ&ウルス TV ご案内役の司です。そしてゲストはこちらの方、お名前は？小池です。年齢は22です。お仕事は？会社員です。お住まいは？埼玉県です。趣味は何でしょうか？車もですし、あと自転車とか、あと鉄道も好きなんですけど、最近は音楽もすごいよく聴いてて、車でフェスに行ったりとか、ライブハウスに行ったりとか、そういうことしてます。という小池さん、今日はですね、2台持ちでございます。この日産のパイクカーを2台持ってらっしゃるという22歳の小池さんと一緒にお届けします。お楽しみに。こちらまず何でしょうか？車、日産のパオです。パオ、年式は1989年の平成元年です。平成元年でございます。もう令和なる平成元年の車で、2台目こちら何でしょうか？言ってみましょう。日産の B1 っていう車ですね。 B1、はい、こちら年式は1987年の昭和62年です。昭和に戻りました。さらに遡る。こちらが日産のパイクカーとしては第1弾、はい、でこちらが第2弾、はい、続編的な感じですよね。で買ったのはパオの方が先です。こちらが先、はい、どういういきさつでこの車を買ったんでしょう？もともとB1 とパオとフィガロを、小学校の高学年ぐらいからずっと欲しくって、小学校の高学年から欲しかった、はいはいはい。で免許取るちょっと前に、メルカリを見ていたら、パオが、すごい安く出てたので、父親と一緒に見に行って。それ何歳の時？17歳ですね。17歳で、それでまだ免許ないですよね。免許取る半年前に納車。ちなみにいくらだったんですか？20万以下ですね。20万以下？何年前？5年前です。今はどれぐらいするんですか？ちなみに今は多分その 3,4 倍はしてもおかしくないかもしれないです。なるほどね。じゃあそれを17歳高校生の時に、まだ免許ないのに買って、バイト代をもうパオのために足りるかなぐらいに貯めておいて、高校生の時貯めてた。素晴らしい。 B1 はいつ買ったんですか？ B1 は半年ぐらい前です。何かきっかけがあって？もともとパオを5年乗っていて、15万キロ弱で買ったんですけど、15万、今5年で24万キロになっちゃったんですね。すごいですね。ちょっとこのままだと長く乗れないなってなって、安い足車を探そうと思ったんですけど、乗りたくもない車に乗るぐらいだったら、本当に乗りたい車を、今のうち乗っちゃおうかなと思って、結局足にならない古い車が増えちゃったっていう感じです。なるほど。スパイカー2台持ちの22歳なかなかいないんじゃないかなと思います。これは1台目ですね。パオ5年乗ってらっしゃる？そうですね、5年乗ってます。どうですか、調子は？もうエンジンを、一昨年ぐらいに付け替えをして、そうなんですね。ちょっとがっつり手を入れたので、今はすごく、調子はいいんですけど、今ちょっとマフラーが折れてしまっていて、マフラー変えちゃえばまた。マフラー、そうですね、社外品が売っているので、バリバリに戻ると。早く買いたいなと思ってます。なるほど。この車どんな特徴あります？見た目がもう特徴の塊みたいなものではあるんですけど、電動のキャンバストップがついていたりとか、パオの特徴でいうと最後に三角窓がついた車なんじゃないかな。昔からずっと同じ形で売られてるものは除いて、新車として売られたものとしては、なるほど、あんまり記憶にないので。確かにそうかもしれないですね。そしてね、このお金もあれば、小池さんいろいろご自分でこう遊んでますけど、メーターも一つだし、そうですね。でスイッチ類もね、可愛い。これ専用設計ですよね。一個一個が専用設計で、この車はオートマで。オートマチックです。3速オートマです。3速オートマでございますね。どんなエンジン積んでるんですか？1000cc のマーチと同じキャブレターのエンジンなんですけど、キャブエンジン、世界のタイミングで、ちょっとレース用の、当時ダウルスカップっていうニスモが主催してたレースがあるんですけど、そのレース用のマシンのエンジンをたまたま手に入れることができたので、なるほど。それに今乗せ替えをしてます。ということは、従来のエンジンよりも結構ご機嫌になった感じで。そうですね、すごくよく回るんですけど、廃浴しか入れられなくなってしまったので、お財布的には結構厳しいです。どんなとこ気に入ってますか？もう乗り心地、あと匂い、それから食感というか、このスイッチとかハンドルの触り心地、なるほど。その五感全部がもう自分好みすぎて、こう必
実用にして十分で、もう自分にとってはこれ以上の装備もいらないし、かといってちょっとパオよりも不便な車はちょっとしんどいなと思うので、なるほど、絶妙なところですね。パワーステアリングがついて、パワーウィンドウがついてない、だけどもこれは電動で電動のキャブストップ、ね、あとラジオもついてて、カセットデッキ、カセットがたくさんあるじゃないですか、これはカセットデッキ、これまだ動く？動きます。気に入らないところ特になし？気に入らないところないですね。車に関してはもう何も文句を言うところがないです。なるほどですね。完璧でございます。結構あれですね。昔の車っぽい感じは。そうですね。荒いというか、大雑把な乗り味って言ったらまあ聞こえは悪いかもしれないですけど、それがこの車の雰囲気にすごく合ってると思ってるので、なるほどね。この風切り音がどうしても入ってきちゃうところとか、あとはこのね視界の良さとか、そうですね。そこら辺も含めて、もう一つの世界観が出来上がってるなって。確かに。もしよかったら、ぜひ運転一度してみて。本当ですか。楽しみでございます。じゃあ、早速運転させていただきます。なんか運転すると全然違う。そうですか。助手席に乗ってるのと。ステアリングも程よく重たいというか、いい操作感があるというか、路面の感じも伝わってきて。確かにそうですね。なんか知ってる方で同じ車乗ってる方とかいます？同じ車乗ってる知り合いはたくさんいるんですけど、今お付き合いしてる彼女もパオに乗り始めて。彼女さんが？彼女がそうですね。パオに乗ってらっしゃる？もともと言うと、知人がパオを降りるって言って、でもう不動の状態で、スクラップにはどうしてもしたくないけど、もうただでいいから引き取ってくれないかっていうお話をいただいて、でそれをまあ部品取りなりにしようかなと思ってとりあえず譲っていただいたんですけど、なるほど。その部品取り用に買った車を、彼女さんが不動だったんですよね。そうですね。軽に乗るぐらいだったらパオを直して乗りたいっていう言ってくれてたんです。じゃあ、もともと彼女さんも、おかげさんのこのパオ気に入ってらっしゃった？そうですね。すごく気に入ってくれていて。なるほど。2台並ぶこともあるってことですか？ちょくちょく2台で走ってたりして、たまたまなんか知り合いがその光景を目撃して連絡くれたりとか、そういうこともあって、ずっとワンオーナーで乗ってて、おじいちゃん、おばあちゃん乗ってる方とかもたまに見かけたりすると思ったら、やっぱり今度自分と同世代の人が乗ってるのも結構見かけるので、なるほど。それで老若男女が乗っても似合う車ってなかなかないと思うんですけど、確かにそうですね。あんまりそこに関しては人を選ばずに乗れる車ではかなと思うので、どんな人が乗ってもやっぱ絵になる車確かに。しかもね、上も開くし、海沿い行っても楽しいし、山道走っても楽しいし、なるほど。都会をね、まずビルの中走っても気持ちいい。確かに。似合わない場所ないですね。これで渋谷とかも走ったりするんですか？何回か。この音ですよ。ウインカーの。見づらい表示が。いや、いいですね。味が。よし、じゃあちょっと踏んでみようかな。もうベタ踏みしちゃって、一気に加速しない。なんか気持ちいい。いいですね。すごくいい。こんなにすごい金をかけたね車になったのはなぜかっていうのが次の、B1 に乗ると遡って話が出るということでございますので、B1 の方も楽しみに。はい、ということで2代目、日産 B1 でございますね。年式が87年 ?87 年です。こちらも同じマーチがベース。そうです。はい、10マーチです。もう同じ車とは思えない感じで、これは5速マニュアルですか？はい、5速のマニュアルです。パワーステはついてません。ついてません。でもタコメーターはついてます。タコメーターは表示はする。はい、メーター周りもね、かわいいメーター周りでございますし、で、これが日産のパイクカー第1弾。第1弾。はい。ね、どういうきっかけでこれって発売されたんですか？本当は、K10 の初代マーチをモデルチェンジするっていう話だったんですけど、なるほど。それが延期になってしまって、はい、でその代わりに初代マーチをベースに、モ
面白い車を作るみたいなコンペが社内で開かれて、はい、でその中の案の一つがこの車の原型で、はい、それがまあ評判が良かったんでモーターショーに出したら、はい、めちゃくちゃ評判が、まあ、世間の評判が良くて、はいはい、急遽一般発売することになったっていう生い立ちですね。B の1案だったんですよね。そうですね。A 案 B 案 C 案あって、その中の、まあ、さらに4個案がある中で、はい、B の1っていう案が最終的に採用された。なるほど。それに B に E をつけて B1 にした。されてますね。それですね。もうハンドルも可愛いし、僕もこれが出た時は衝撃的でした。いい車でタナー日産すごいなと思いましたけどね。そしてこれ2代目に増車という形でいいんですかね。そうですね。はい。どんなとこ気に入ってますか？やっぱり外観ですね。パオは内装も含めてすごく可愛いなと思うんですけど、はい、B1 は内装はすごくシンプルなので、本当に。はい。で、やっぱり外観が唯一無二というか、似たような車あっても、やっぱこの感じはなかなかないというか。そうなんですよ。はい、一番後ろのね、ガラスの処理ですとか、リアのライトとか、すごい特徴的ですよね。そうですね。まず子供の時からバイクカー好きだったってわけじゃないですか。はい。B1 には何で行かなかったんですか？候補にはあって、見に行ったりもしたんですけど、タイミングとして予算内で買える B1 が出てこなかったっていう感じです。ということは、当時5年前は B1 の方が高かった？いや、数がもともと少ないので。ああ、そうか。はい。やっぱパオの方が出てきていたっていう感じですね。なるほど。ちなみにこの車何台生産されたかご存知ですか？1万台限定です。限定？はい。じゃあ本当にもうとりあえず1万台だけ作ろうと。そうですね。これも全部専用設計なんでしょうか？全部専用設計ですね。そうですか。はい。それをね、その短期間で量産に持っていくってすごい努力の結晶だろうなって思います。というのは結構短期間で作ったこの車？そうですね。もともと発売する予定ではなかった車なので。ああ、そっかそっか。それをね、しっかり法規制に基づいた形に持っていく中で、デザインをなるべく崩さずに作るって本当に大変なんだろうなって、まあ想像ですけど。なるほど。じゃあそのコンセプトのスケッチだと思うんですけど、それを結構忠実にと言いますか、内外装を作った。そうですね。で、なんかやっぱ開発の途中でもいろいろアクシデントがあって、フロントグリルがすごくちっちゃいので、ちっちゃいですよね。冷却ができないっていう問題が起きたりして。確かに。でもやっぱりグリルを大きくすると形に顔の表情変わっちゃうので、なるほどね。そこをなるべく変えずに、冷却をうまくするための部品を急遽付け足したっていう話を聞いたことがあります。じゃあ唯一のマーチとの、気候的な違いはそこかもしれないですね。そうですね。ちなみに新車価格はこれ多分120、30万だと思います。当時の同じリッターカーの中では高い部類だと思います。そっか。マーチは100万切ってたかな。100かいかないかとかじゃないですかね。ですよね。はい。今軽自動車も100万では買えない時代になりましたけれども、当時はそんな時代でございまして、色は何色あったんですかね？色は4色ありました。色4色あって、これなんて色？トマトレッドって言います。トマトレッド、かわいい名前。ちょっといろいろ遊び心満載の、日産の成功作っていいでしょうね。やっぱりこの成功をなくして、この後のバイクカーは生まれてないので、なるほど。その功績はめちゃめちゃ大きいというか、素晴らしい話でございます。それを増車された小池さん22歳。いいです。どうですか？全然違う車はどうです？中身は一緒なんで、劇的に違うところはないんですけど、やっぱりキャラクターが違うので、うまく使い分けはできるかなと思います。なるほど。同じところ走ってもやっぱ見える景色が違うというか。なるほどね。じゃあちょっと僕もこれをお試しさせていただいて、ありがとうございます。はい、ということで、なるほど。はい。なんかさっきの方がパワーがある感じがする。やっぱり。個人的には3速のオートマの方がキビキビなんか走るというか、そうですね。引っ張って走ってる分、加速もなんかすごく元気にやるですね。だいぶトルクが熱いかなっていう印象と、こっちの方がやっぱり 1000cc の車だなっていう感じはします。ここまで景色が変わるとこんなに変わるんだって感じで。
でもやっぱ楽しいですね。さっきです。さっきの車同様、楽しさみたいなのは本当に引き継いでるな。性能で測れない楽しさがある。そうスペック以上のなんか軽快さと乗ってる感と窓が広くて気持ちがいい車でございます。この2台持ち例えるとしたらどんな感じになります？僕にとって、B1 が唐揚げで、B1 唐揚げ、はい、これ唐揚げ、ハンバーグみたいな存在なんです。でもうそのどっちがしか食えないってなったら結構しんどいじゃないですか。なるほどね、どっちも大好きだし。だからミックスグリルを頼む感じで、なるほど。唐揚げとハンバーグを一緒に食べるみたいな。なるほど。そういう夢のあるような。わんぱくプレートにして。なるほどね。どうですか、これ周囲の反応は。まさかの増車が B1 だったっていう。そうですね。でもあんまり驚かれないっていうか、いつか買うとは思ってたような感じで。それは誰に言われたんですか？バイクカーのお知り合いというか、繋がってる方々、やっぱ昔から B1 欲しいっていうのをずっと口々に言ってたので。そうだったんですね。はい、乗ってまいりまして、2台ともですね、意外とこうモダンに見えますけど、ちょっとクラシックな雰囲気もありつつ。そうですね、もう40年近く前の車なので。そっか、とは思えない。確かなんか時代に流されない感じはどっちもあるかなって思いますけど、そうなんです。久しぶりにじろじろじっくり拝見させていただいて、そして2台とも乗せていただいて、じゃあこの2台持ちを100点満点中で聞いちゃいましょう。何点でしょうか？120点です。120点。その理由は？もう自分にとってこれ以上ない組み合わせだと思ってるので。確かに、ということで今回は、小池さんと、日産のパイカー2台 B1 とパオでございました。ボーイズ&グリース TV2 台持ちありがとうございました。